それでは、キャラクターに躍動感を持たせるためには、ということで、これは最速本 P70、71の説明をしたいと思います。なんか書かれちゃった。はい。ですね、まあ、先週というかこの前の動画で、ちょっとまず、煽り俯瞰っていうので、その前傾姿勢、あるいはその、状態っていうのをまあ表現できますよっていうところ、まあ、正面斜めのね、っていうところなんですけど、まあ、一旦ですね、この前もっと難しいことをやったんですが、一旦もっと基本に立ち返って、まず横図でどうなのかってことからちょっと見直したいと思います。横図で見たときに、みんなですね、実は、これ、ちょっと一つ、まず最初のポイントです。ちょっと歪んでる画面。こっちこっちかな。まずね、第一ポイント。もう、みんなそうしてしまう。第一ポイント。その1。その1。人はですね、気がつかぬ間にバランスをとってしまいます。無意識のうちに、これ不思議なんですよ。無意識のうちにバランスをとってしまう。バランスをとってしまうっていうのはどういうことかというと、本来的に、これよく言うんですけど、本来的に、よいしょ。このぐらい、例えば傾いてる人、傾いてるっていうのは、これ肩ね、これ胴体ね。例えば、こんな感じで走ってる人がいるとします。まあちょっとへんてこないだね。ちょっとかっこ悪いな、いくらなんでも。例えばこんな感じで走ってる人がいるとします。ね。その時に、こんな絵があったとして、例えばこんな感じね。おっと、かっこ悪いな。こんな感じでこう移動するっていう人がいたとします。その時に、その時に気がついたら、どんどん頭が上がり、首をかこうとし、胴体があり、さらに、まずこの前も言いましたね、棒人間みたいになってしまう。だんだんこう状態が起き上がって、まっすぐになっちゃうんですよ。で、気がついたら、ただ立ってる人みたいな、に、だんだんなってしまう。よくあるんです。それはなぜか。自分の中で描きやすい、この素体、いつもの自分の中で描きやすいデク人形っていう形がありますね。よくある。自分の中で理解している頭、首、胴体、腰、足、まあ手みたいな感じで、自分の中で理解しているこの形に、どちらかというと引っ張り込んでしまうの。どちらかというといつものデク人形、自分の中で理解しているものに引っ張り込んでしまうという現象が起きます。これよくあります。ちょっとフラフラしちゃうね。ちょっとごめんね。で、よくあるんですよ、これ本当。このデク人形にどっちかというと絵を持ってってしまうことによって結局バランスをとってしまう。自分の描ける形に引っ張り込んでしまう。描ける形に引っ張り込んでしまう。っていうのがよくあります。要するに、これを描いてるのに、頭はこの位置になり、胴体はこの位置になり、腰はこの位置になり、になっていくと。で、ここで一つポイントです。やはり、じゃあどうすりゃいいのと。じゃあどうすりゃ躍動感って出るのって言ったら、簡単に一言で言うと、その2ね。その2が、さっき言ったバランスをとってしまう、かける範囲のものに落とし込んでしまう、その解決法。実はね、この解決法ね、いつもの話です。さあ皆さん何でしょうかいつもの僕の話ですと。もういつものと言えばわかるよね。さあ何でしょうこの解決を皆さん言ってください。パッと。はい。もう、模写。まあ模写でいいんだけど、模写のポイント。そう。はい、はい、出ました。はい、単純化です。はい、単純化です。そう、単純化。そう。はいはい、単純化です。こういう時にアンケートで問題出してもいいのか。まあこれ後で YouTube の公開もするから、ちょっと軽いからね。はい。正解単純化です。これも単純化です。というか、
もう一時が万事全てにおいて本当に単純化なんですよ。単純化単純化って言うとあれなんだけど、まあもうちょっとめんどくさい言い方言うと抽象化。抽象度を上げるの。抽象化するんです。そう。いつもの話ね。要するに、模写であるとか、デッサンであるとかで、要するに模写デッサンっていうのはデッサンってあるね。実物の観察ね。あるいは上手い人の、を真似する。上手い人のその、前傾姿勢を真似するとき、あるいは、まあ、もう一回言うけど、自分で、まあ、自撮りするのも難しいけどね、アクションはね。例えば、カンフーとか、憲法とかを YouTube とかで検索するでしょ。その時に、どういうふうに落とし込んだらいいか、それを自分の絵に、例えばアクションシーンをどのように、自分の絵に落とし込むかっていうと、一言で言うと単純化。こんな感じで、さっきも言ったけど、例えばこんなポージングがあったとします。そしたら、この絵は、いちいちまたデク人形化して自分で描くと、どうしても絶対みんな、だんだん起き上がってしまいますね。簡単に言って。だんだん起き上がってしまうんですよ、こんな感じで。で、ダメよと。そうしないでね。そのためには、頭からこの足先までを一直線に見ます。それは、この水平方向に対して、だいたいどのぐらいなんだろうってこういうふうに見ます。なんか数学みたい。算数みたいね。だいたいなんとなく45度ぐらい適当に、そんな考えてないよ。これ45度って考えて別に教科書書いてるわけじゃないけど、まあ、大体45度ぐらいだなってわかるよね。なったら、これを模写するときに、もう最初から、はい、45度って書いておくの。で、それに合わせて、胴体、足っていうふうに書く。っていうふうに最初からこの線ありきなんですよ。この線ありき。この線が間違ったら、はっきり言って、前傾姿勢、描きたい前傾姿勢、参考にしたものを参考にできないんですよ、結局。参考にしなきゃいけない模写デッサン、あるいは、まあ、要するに実物観察が上手い人の絵を描く、真似するっていうことが基本なんだけれど、それをするにも、結局は、その参考をちゃんと、自分で吸収できないわけですよ。抽象化しないと、単純化しないと。単純化、抽象化をしなければ、何かを参考にしても、必ずデク人形みたいに引っ張られる。そう、補助線引くってことです。補助線が必要な人は引いてください。で、補助線に合わせて、だから、実は、よいしょ。まあ、例えばね。まあ、よくやるんですけど、走ってる人を描くとき。まあ、あるいはこう、加速して走っていく人を描くとき。ね。加速して走っていくよっていう人を描くとき、ただ立ってます。その1。その、立ってる人が、まあ、ここまでは傾かないか。
こんな感じでね、走ってる人、ちょっと今単純な形でちょっと書いてますけど、本当にただただ単純な、本当に、本当だったらもう加速減速で言うと、こうかな。もうちょっとここにと、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 まあ本当はここら辺だけど、まあ。本当はここら辺に入れたいけどね。ちょっとこうするか。で、だんだん加速。まあもうちょっとだったらこっちだけどね。こんな感じで、例えばね、レイアウト書くとき、ちょっとこれ雑いけど、空間でね、これをそのまま、ですね。例えば、自由変形。こうするか。パス。こんな感じで空間の中に乗せたりするんですよ。これで斜め走りの爪になるよね、爪指示。こんな感じで。そう。で、ポイント言いますよ。もう一回、ちょっとおさらいね。これさ、よく見ると、ただ最初棒立ちだったものが、これは応用編なんですけどね、発想としては。ただ棒立ちだったものが、だんだんこの角度がついていってるよね、だんだんこう。で、加速してんですよ。なんだけど、実は途中からだんだん上がってきてる。これ、陸上選手とかこんな感じになりますよ。これで加速減速してるわけじゃないんだよ、ここで。最初の何歩かは自分の重さを利用した前傾姿勢になる。なんだけど加速がある程度ついてきたら、今度は足を前に運ぶように、するためには上体を今度反った方がいいっていう風になるんですよ。ある一定スピードまで、ついた陸上選手はね。そう。ある一定以上になったら、実は上体がのけぞっていったりします。っていうのを、例えば陸上選手の参考写真をこうバーっとこう見ますよ。その時に、一体こうなって、なんか、こうなって、みたいなね。一枚一枚こう、なんか、ちょっと違うみたいなのやってさ、なんないのよ。わかる？最初の第一段階の設計図において。第一段階の設計図においては、こんなことやってたら日が暮れちゃうでしょ。だから、第一段階どうやって見るかずっとこういう、このただ単純な線、本当にただの線で自分の中でこれは陸上選手だって思い込むの。陸上選手が加速して徐々にトップスピードになってったら徐々に状態が上がってだんだん加速してるみたいなっていう風にたった一本の線、ここに頭つけてもいいよ、だんだんこうたった一本の線なのにこれは人間だと思ってこのようにもうこれで走り出しまでの形を、支配してることになるよね。でここに今度だんだん足をつけ手をつけて始めるわけだんだん、ね、っていう風な順番をたどらないと日が暮れちゃうのね。そして全体を今度支配することができないの。全体を支配するっていうのは全体の流れを意識する。こうやってね。全体の流れ、軌道を爪っていうのはこういうのね。こういう。どのぐらいのスピード？絵がいっぱい入ってるところは遅いってことね。
だんだん絵が隙間が広くなるってことはだんだん加速してるってことです。っていう、アニメーションがあるんですの、その基本があるんだけど、そういうのも、一旦このように単純化、抽象化、ただの人間を棒としてみる。すごくシンプルな、形に人間を置き換えたら棒です。棒だよね。ただの。そこに手足がつき、これ要するに軸ね。体のさっき言ってた、この線。この線。これです、これ。わかるよね。これですよね。これにこれ。これだけにしてみるの。そしたらだんだんこう、ただ倒れてってるじゃん、棒が。そう。マッチでも何でもいいですよ、自分で分かりやすく考えるのに楽な何かでいいですよ。このようにシンプルに単純に物を置き換えて一旦抽象度を上げることによって、よいしょ。そう。ことによって全体を見ることができる。そこに手足がくっついてるだけなんですよ。この見方ができない限り、絶対このバランスを崩すってことができない。そう。どうしてもデク人形発想で自分の描ける範囲のものを落とし込んでぶち込んでしまう人というのは最初から何なのか、それ何なのかって言うと最初からうまい絵描こうとしてんだよね、実は。よくあるパターンね。最初からかっこいい絵を描こうとしすぎて結局かっこよくならない現象。最初からかっこいい絵を描こうとして結局はかっこよくならない現象っていうのがよくあるのよ。結論にいきなり行こうとしすぎ。単純化のポイントっていうのは何かっていうと構造を見るということ。構造を見るって何かって言えば、要するには全体の軸ってどんなのっていうことをちゃんと理解する。で自分で曖昧だと思ったらこの水平ラインっていうちゃんと常にこの地面っていうのをキープするとより分かりやすいと思う。この地面を描くことによってどのぐらい傾いたかがなお分かる。ここだと90度、ここから徐々に角度が傾いて45度になった。こういう最初の見方、これよくあるんです。本当によくあります。気がついたら浅くなる。浅くなるっていうのはこの角度が弱くなる。この角度が弱くなることによって躍動感がなくなる。本当よくあります。そう。人は無意識のうちに、そう書いてあるね、大体。おいいこと書いてあるの。大体俺が思ってること書いてあるぞ。なんだこの本。あ、俺書いたんだって。大体俺が思ってある。ほとんど読んでないから俺。もう自分で作ってから。だけど大体俺が思ってあること書いてあるね。大体説明してあるでしょ。そう。大体説明してあるでしょ。多分言ってることは。で、様々な動きでね。よくあるんです。歩きと走り、今度また詳しくやりますけれど、何が違うのかって言えば、歩きの方がこの前傾の角度が弱い。浅い。で、よくあるんだけど、歩きでこうなっちゃう人、よく言います。バランス取れてしまう。ことによって結局前に進んでるように見えない。実は歩きも走りもこの蹴り足を思ったより後ろに置くってことが一番ポイントなんだけどね。蹴り足を思ったより後ろ。そう。これだとバランス取れちゃって、真ん中にいるよね。そう。っていうのはよくある。で、次、片足で立つっていうの、これ難しいんだけど、全体のバランスを意識してとかね。逆にこれだと、今重心っていうかこれかな。重心軸は割とまっすぐ水平になってますね。バランスが取れてると。こういうのもね、やっぱり地面を自分でちょっと描いてあげると見えやすいかも。そして、ちょっと必要があれば、こういうちょっと補助線を自分の中でちょっと引いてみる。全体がどうなってるのかね。こういう水平線ね。を自分の中で引いてみて、ちゃんと自分でバランス取れてるかな、みたいな。っていうのをちょっと確認してみる。と、また違うんじゃないかなと思います。わかりました？とにかく、この、自分の描き方を疑う。自分の描き方を疑うんだけど、自分の描いてる絵も疑うんだけど、その時に、やっぱり曖昧になっちゃうのは、実はこの
躍動感を示すときに大事なポイントはこれです。これ。要するにこういう図をしっかりと自分の中で、なんか XY 座標みたいな感じだけど、こういうのをしっかりと自分で取る。で、90度になっていることを確認する。その上で、どのぐらいキャラクターって傾いてんだろうっていうのをちゃんと理解する。あるいは、ちゃんとバランスが取れてるかを理解する。っていうのは結構大事です。特に僕の教え方はアニメーション前提としてるんだけれど、例えばイラストレーターとか漫画家さんとか、なんかそういう、なんだろうな、特に絵を動かす前提じゃなく描いてる人でも、やっぱり躍動感出ないです、どうしたらいいですかっていうよく質問あるんですよ。そこは実はこういうところで、ポイントになります。そして、ちょっと応用編、この前の、煽り負荷の時にちらっと話したことの、応用編になりますが、じゃあ正面になったらどうなるのっていうことですよね。難しいんですけど。正面向いたらどうなるんですか？このように傾いてる人は。このように状態が傾いてる人はどうなるんですかって言ったら、わかりますよね？わかりますよねって言ってもあれだよね。自由変形またやってみるよ。要するにこうなるわけですよ。こんな感じ。これが斜めの状態。パース合成も入ってるしね。で、スヒースヒー、スヒースヒー。これに立体感つけていけばいいんですよ、こんな感じで。ちょっと分厚いからいくらなんでも、この子にしては。ほら。できてるでしょで、手でも振ってみる？もうちょっとこうするか。手は難しいけどね。ちょっとロボット人間からちょっとだんだん人間になってきましたね。さっきのやつこれ引いてみようか。引き。ほら、なんかなったでしょわかりました？言ってること。要するに横状態からこのように立体感出せるのね。そして実は先週じゃないや、この前の説明でも言いましたよね。実はこの人は、ただ、俯瞰で立ってるだけの人だよって。まずは、ただ俯瞰で立ってるだけの人をイメージします。その上で、本当にただ立ってるだけの人ね、こうやってね。その上で徐々にこのように変化させてこうねって話してたよね。これただの俯瞰の人と。そうそう。要するにでも、この斜めとか正面を描くときに、結局はこの、要するにね、横で言ったら、こんだけ角度ついてるものが、斜めになったら、このようにパースがつき、まあ、このパースもちゃんと見なきゃいけないんだよ、このパースも。上でこうなってるってことだよ。こうね、ちゃんとわかる？こうね、こう。わかるかな？この立体感。これが、だからここがこれに対応してるよ。まあもちろんいろんなパースがあるからこうつく場合もあるよ。その場合はこうなるしね。この角度がね。んで、それがほぼ正面になったら、もっと正面に近づいたら、こういう、まあ板だと思ってね、それがこうもなるし、どんどん角度がつくに従って、この線は、要するに正面だとこうなるわけだ。正面だとこうなるけれど、それが徐々に、まあ、こうなり、まあ、こうなり、まあ、こうなっていくと。まあ、もう一段階こうあるけどね。徐々に角度がこう、正面になっていくと。っていう角度変化があるわけだ。わかります？その言ってる意味。それがほぼ正面になったら、
ほぼ正面の走りは、こうなりますよね。まあ自由自在なんですよ。だからこの高さをここで合わせればいい。で、足がこうなってると。まあ本当だったらもうちょっと複雑な要素がもうちょっとあるんだけれど、こんな感じになってると。っていうふうにもうここ合わせて、ここ合わせてっていうふうにちゃんとほら合わせていけば、おのずとその辺になっていくわけ。ただ合わせて。っていうことです。そう。っていうふうに、正面、横、斜めに、応用、正面、横、ごめんなさい。正面と斜めに応用を聞かせるときに、結局は、この考え方がすごく大事ってことなの。正面なんだけど、これは横ね。ごめんなさいね。これが横と考えてね。じゃあこの間あたりが斜めと。正面や斜めなんだけど、横で見たときこのぐらいついてるよってこと。これがわかんないと、結局、正面書いてんのに、やっぱり同じことをしてしまうわけ。正面で走りです。だけど自分は頭書いて、首書いて、胴体書いて、腰書いて、足書いちゃいますってこうね。足はなんか走ってるっぽくなんかしますみたいな。あれなんかなんか走ってるポーズ頑張ってつけてんだけど、なんか間抜けみたいな感じにだんだんなってくるとね。これは状態が起き上がった、陸上選手であるっちゃあるんだけど、ちょっとかっこよくない。なんかいかにも走ってるって絵にはならない。じゃなくて実は前傾姿勢っていうのはもっと上体、頭がこう重なっていて、そして足も、圧縮があると。この前言ったよね。この前言ってた話がそのままこう。この圧縮がね、とにかくかけない。そして手の位置とかも実は案外下に下がったりするんだよね、そういう意味ではね。わかるよね、前傾姿勢だから。そして、今度逆にこの上に上げてる方、奥の手は上がったりするよね。これもわかるよね、理屈。そして、こういうシンプルな、素体で前傾姿勢をちゃんと作った上で、例えば肩がもっとこうずれてるとか、っていう要素がもっと入ってくるわけ。だけど最初にこれを理解してないと、それも書けない。前傾姿勢っていうのが書けない、ね。これを理解した上で、例えばもっと肩がこう入ってるとかね。もっと曲がって、で、今度腰が逆にこうねじれてるとか。っていう応用編の話にだんだんなっていくわけだ。っていうふうにやっぱりね、一個一個その階段があるんですよ。ちゃんと一個一個自分の中で積み上げて、実際それってどうなってんのっていうのをめんどくさがらずに詰めていかないと自分なりに絶対間違いがないな、これだったらっていう話を一個一個詰めないと、常になんか書けないな、この角度とか、なんか変だな、これ、みたいなっていうのを永遠と繰り返すことになるのね、なので、最初に言ってたその基本をちゃんと理解した上で、こうならないように、ちゃんと前傾姿勢になるように考える。っていうふうに、ちょっと教科書から若干逸脱しましたけれど、ここら辺で教科書の説明を終わります。はい。では、ここで一旦教科書の説明を終わります。では、皆さん、まず躍動感を出すためのポイント。単純化ですね。単純化して、うまい参考や、あるいは自撮り、あるいは、うまい演技の、実写などを、単純化して、まず全体の角度がどうなっているのかを理解する。そして、例えば斜めや正面などの難しい角度の時は、それが横の時どうなっているかを理解して書くってことを、皆さん意識してみましょう。はい。では、ここで終わります。じゃあ、お疲れ様でした。